皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日もレシーブの続きをやっていきたいと思います。前回の動画でまだ全部説明しきれてないので、今日はその続きをやっていくんですが、前回の動画をまだ見てないって人はここから前回の動画をぜひ見て基本的な部分のチェックを、お願いいたします。あと、前回は、プッシュレシーブの見本しかなかったので、今回はスマッシュレシーブの見本も、載せていきたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。はい、それでレシーブをする時の、打ち方がですね、場所によって来る場所によって、変わってくるので、まず正面に来た球に対するレシーブ、バック側に来た球に対するレシーブで、フォア側に来た球に対するレシーブ。フォア側っていうのは、この脇下のバックハンドのレシーブのことですね。でこの3つを説明していきたいと思います。でまず正面に来た球なんですけど、正面に来た球に対してはですね、まず、しっかりこうラケットをインパクト、さっき話したようにインパクトを作って振っていくんですが、横に振る動きだけだと結構奥まで返すのが少し難しくなったり、コントロールがね安定しなくなったりするので、これをですね縦に振っていくようにしていきます。どういうことかっていうと、肘を出した時にラケットを下から上に縦に振っていく感覚の方が、比較的コントロールはしやすいです。だから、例えばボディに来た、球をですねクロスとかにこう返すのって結構コントロールとかパワーが必要になってくるので、できれば肘をぐっと持ってきてこうラケットを縦にした状態からこう下から上に縦に振っていくような流れでコントロールしていくと比較的コントロールしやすいです。正面に返す時でも肘を出して縦に振るっていう感覚でやっていければよりいいかなと思います。でさらにインパクトをつけていくんであれば、この左手を打つ瞬間に少し引いてあげる動き。男性でパワーがある人でしたらそんなに引かなくてもここだけでもいいんですけど、女性でパワーがないよって人は、この左肩を後ろに引いてあげる、左手ですね、左手と同時に左肩をこう引いてあげる感覚を作ってあげるとインパクトも出しやすくなるので、より飛ばしやすくなるんじゃないかなというふうに思います。インパクトを出すのはこの内旋外旋が基本ですので、あんまり指とか手首だけじゃなくてしっかりこの内旋外旋が使えるようにしていきましょう。はい、それでラケットを振るときにですね、結構こうテイクバックはしてないんだけど大きく回して後ろからこういう風に振る人もいるんですが、そういう人はですね球が速くなってくるともうここのラケットをこう回してる間にシャトルが飛んできて、打てなくなってしまうことが結構あります。なので、もうどんどん速くしていかないと間に合わなかったりしてこう力んだりとかしてだんだんねこう差し込まれていくっていうパターンがあるんですけど、基本的にはこの肘をですね上に上げます。上に上げてこの肩の力をうまく抜いた状態で肘を上に上げるともうこういう形になります。ここで力入れないで、こういう形を作ります。でそこからもうダイレクトに下から上に向かって振っていきます。肘を上げてラケットの面が下向いたら下から上に打っていきます。なのでシャトルがこう飛んできたのに対して下から上に直接打っていくようなイメージで打っていきます。はい、こう回してこういう打ち方をしてしまうと差し込まれた時にもうドライブみたいな球だったりとかやられてしまったりとかっていう風になるんじゃなくて、肘を上げてラケットが下がったところから直接上に向かって振っていくような流れで振るようにしてください。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ次に今度バックハンド側のレシーブを説明していきたいと思います。バックハンド側なんですけど、まず体重移動を少ししてください。これがですねうまくいかないとこの体重が真ん中に残った状態で打ってしまっても安定感が出ないですし、
もうネット前に返すのが精一杯になってしまうので、体重を左にスムーズに移動させていけるようにしていく。だから、構えた時にこの重心をですね、真ん中より少し左側で両足の親指に力を乗せて、右にしろ左にしろすぐ、スムーズに股関節が移動できるようにしてください。そうすると守備範囲が広がっていきます。結構こうなってしまう人多いんですけど、それだと強い球が返りません。でまず股関節をしっかり左側に移動させていきます。で移動させながら、これもテイクバックをしないで、体をですね、こうねじっていくわけなんですけど、腕を左に持っていくというよりかは、体を左にねじって、この腕の部分をこう持っていくようなイメージからパッパッパッっていう感じで振っていきます。ここからもうこの状態でテイクバックしている状態になるので、そこからスイングしていく。でスイングする時により左手をこう引いてあげるとより強い球が出しやすくなるので、この左手を引きながら振っていく。こう1、2じゃなくて1で振れるように、カウント的にはここから1、1で振れるようにしてください。こうテイクバックしてしまうと1、2っていう風になってしまうと、一発はね強い球を打てるんですけど、連続で攻撃された時に、それだと対応できなくなる時があります。なのでパッパッパッ、こういう感覚で、打てるようにしていきます。はい、このバックハンド側を打つ時にですね、体のねじりがうまく使えないと、この右手だけでねこういっちゃう人いるんですけど、こういう打ち方ではなくて、体をしっかりねじってあげることで、この回旋の動きが作りやすくなるということと、あとより遠くまで距離が取れるようになります。これが左肩を全然引かないでこうやってレシーブしちゃう人いるんですけど、これはあんまり、よろしくないです。できれば体をねじってあげる方が股関節もしっかり乗りやすくなりますし、安定して打てるようになっていきます。で実際この辺に来た球とかこう触った時にですね、前が見えないこともあるんですけど、前が見えなくてもしっかりこうイメージでコントロールしていくってこともあります。結構前が見えないと不安でうまく打てないって人、いるんですけど、このシャトルの取る位置によっては、見えない位置からでも打つことあるので、あんまりこう前を見るってことを意識せずに打てるようにしていきましょう。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあ最後にこの脇下のレシーブを説明していきたいと思います。この脇下のレシーブっていうのは、基本的にバックハンドで持っているのでフォアで打つこともできるんですけど、多分こっちでこの脇下のバックハンドで取ることの方が圧倒的に多いと思うので、この脇下の、ところをまず説明していきたいと思います。でこの時に、よくあるダメなパターンとしては、右の股関節にしっかり乗せられてないっていうことがあります。結構こういう打ち方をしてしまう人がいるんですけど、右の股関節にしっかり乗せてあげる。で乗せてあげながら前傾して体をしっかり前に倒すってことが大事になります。この前に倒すことによってこの後ろからこの、テイクバックが作れるよう、テイクバックというかこの後ろに1回ラケットが行ってから前に触れるような形になるので、これが、前傾しないでいくとこういう形だと全然ラケットが後ろに1回行かなくて力がうまく出せないことがあるんですね。なので右足に重心を移動させて、でそこから体を前傾にさせる。でそこからしっかり、振っていきます。でそもそもここのスイング自体がですね、力がすごく入りにくいところなので、たくさんこういうスイングの練習をしていかなきゃいけないんですけど、この右に重心を移動した状況からでもこの肘をですね、この状態から前に出しながらスイングしていくように、してください。こういう意識です。肘を前に出しながら振っていく。結構上に上げちゃう人多いんですけど、上に上げないで前に押し込んでいくようなイメージでラケットを振っていきます。で構えたところからこういう感じで、
いきなり回して打つような打ち方する人いるんですけど、それだとコースが安定しないので、ここはですね1でしっかり面を作って2でしっかり打つようなイメージになります。なので、こう回しながらいっぺんにこう打ってしまうと、コースが安定しなくなってしまうので、しっかり1で面を作る、この右に体重を乗せながら面を作って、しっかりそこから、打ちたい方向に縦振りで振ってあげるような形で打つと安定してコースが狙えるようになってきます。まずはここの力ね出すの難しいので、しっかり出せるようにしてください。あと手首がですね、こう近くで見るとですね、ここから手首をこう手前に返すようにして入っていきます。これが手前に返さないでそのまま振るとラケットの面が外に行ってしまうので、だいたいこのレシーブするとき右側のポジションから打つことが結構多くなるんですけど、これが右に行ってしまうとすぐアウトしてしまいます。なので、しっかり面を一旦内側に向けてから振り出す。そうするとストレートに飛ぶようになります。ちょっと難しいんですけど、クロスにも打つこともできますので、しっかりここね脇をしっかり広げてあげて打てるようにしてみてください。それでは行ってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回のレシーブは基本編ということで、この腕の回旋がしっかり使えないと、いいショットがね打てないので、ぜひこの腕の回旋をしっかり鍛えながら、この真ん中、左側、脇下全部、レシーブできるようにぜひ練習していただければなと思います。はい、そして次はより細かいところ、上級編ということで、普段、教わったことないような内容も含めて、やっていきたいと思いますので、ぜひまた動画チェックしてください。それではまたよろしくお願いします。バイバイ。